深く深く土の中に入り込むので、この地上部を刈り取って抜いたらダメなんですけど、地上部を刈り取って根が残ると、そこの根が徐々に腐ってバイオポア、この草刈ってこうやって枯れ草になった状態、これがこういうふうにかかるわけですよね。こういうふうにかかる。でこれが草マルチ。言ったらこのカラスのエンドウとこの豆、これって仲間。仕事ということをするにあたって私たち多分いろんな思い込みがあって、こういうので何もしないことが大事っていうけど、放任とか何もしないっていうその悪いイメージじゃなくて、あえて人間がいらんことをしてすごくそのいいサイクルを壊してしまうことがあるので、っていうことで結構案外一個の虫が増殖するってことがなくて、自然に淘汰されていきます。今ちょっと悩み中なんですが、今年はこのエンドウ豆に関して何にも支柱も何にも立ててやってない、もうほったらかし状態なんですけど、これなんか結構ちゃんと自立してるでしょ。自立しててこんなつるが来てるぐらいって考えた時に、もういいかなと思って、これはこれでもうほっといて支柱も立てなくていいかなって思ってるんですけど、これの兼ね合いが難しいなと思って、よもぎ結構背高いで、ここに豆います。なんか豆はね、なんかもう言ったらつるもあるわけで、必要とあればどんどん上に伸びていくんちゃうかなと思ってね、自立するんちゃうか。周りの草の上に出ていくんちゃうんかなと思ってるんですね。だからここで今下手にこのよもぎを抜いたり刈ったりすると邪魔かな、良くないかなという気もしてます。どうしよう、倒す程度にするか。でそう思った時に、草ってなんかこう全てを悪いものみたいに取り除かなくちゃいけないみたいな感じで、一般的に扱われてるけど、例えばエンドウ豆科で、豆科っていうのは根元に根粒菌がついて、中にこう窒素取り込むんやったかな、窒素固定菌か、窒素を固定してくれるっていう役割があるので、窒素って肥料でも与えるようなもんだから、土にいい役割をしてくれます。この豆がね、豆を植えた後には土にはいいことがありますっていうのと同じで、この紫の草はカラスのエンドウって言います。カラスのエンドウっていうだけあって、エンドウ豆科です。これカラスのエンドウの豆ね、これ豆がついてます。言ったらこのカラスのエンドウとこの豆、これって仲間。雑草の扱いされ、食べれないから雑草扱いされてるけど、これは豆科、これも豆科で、このカラスのエンドウも同じく根粒菌があるので土にいい影響を与えます。だから増えてほしい草で、しかもこういう系の草はちょっとよもぎはちょっとね、よもぎ自体は効能があっていいけど、結構土に対してはあまりいいかっていうとよくはない。増えてほしいのはこういう草で、土が超えてくると実際こういう草が多くなります。だからある意味ここはカラスのエンドウとか、こうふわふわっとしたこういうのはね、割と扱いやすい、買ったりするのもしやすい。でもこっちは根っこで根茎で増えてくるし、で実際このよもぎが生えてくる場所っていうのはあまり土が超えていない。でもこの草もじゃあ敵かっていうとそうじゃなくて、よもぎ自体の効能を食べれるしっていうのもあるし、で今さっき言ったようにこれを刈り取って草マルチとして活用できます。さらにこのよもぎ、こういう根茎で広がるやつ、根っこ、土の中にすごく根を生やしてどんどんこう増殖する、こういうやつはそれはそれで土を耕してくれるというか、深く深く土の中に入り込むので、この地上部を刈り取って
抜いたらダメなんですけど、地上部を刈り取って根が残ると、そこの根が徐々に腐ってバイオポア、空気の通り道、水の通り道、土管みたいな根の中でそれが道ができます。あ、師匠来た。ちょっと待って。そんな感じで。草悪くないです。全部が悪いわけじゃない。全部悪くない。今、畑師匠が来たんで、畑師匠からお米を買ったとこです。ちょっと話の途中でしたが。というわけで、ここでもざっと見た中で、こういう、ほら、今見てこれ。これ、つる。ね、これなんかも厄介な、なんてかな。名前忘れたけど、こういうやつは割と厄介なんやけど、かといって、ほら見て。切っちゃった。エンドウ豆が手を伸ばしてこれ今、支えてた。だから、ある意味、草って、雑草とか、栄養を取るとか、除草とか、なんかそういう悪いことばっかりじゃなくて、むしろ悪い草は一つもない。ここの土は、あまり私たちにとっては超えてる状態ではない。野菜を育てるにはちょっと向いてない状態になってるなっていうことを知らせてくれてます。こっちのカラスのエンドウなんか増えてるとこは、結構超えてきてるのねと判断できます。で、このカラスのエンドウに関しては、これ以上背がむちゃくちゃ高くなることもないので、日光を遮断することもそんなにないので、自分で上に這い上がっていけるマメ科のものなんかは、これとこれなんかは特に共存なんか全然できる。こっちの方が大きいから大丈夫と思ってます。で、これは超厄介なやつ。私たちにとっては厄介なんです。で、こういうのはイネ科の植物って言って、こんな背も高くなるし、でしかも根元は刈っても根こそぎ取るのはすごい難しい。もうこれなんかも何回も多分買ってるけど、こういうのがじゃあダメなやつかっていうと、こういう背の高いやつはね、野菜を植える横にこれがあると結構野菜はやっぱり育ちにくいし、畝の上にはもうあまりいてほしくはないけれども、例えばこれとかだったらこっちが畝で野菜を育つエリア、近所にこの高い草がいる。これが悪いわけではなくて、こういうのに結構クモの巣とか張ってくれる。高いところにクモがクモの巣を作ってくれるので、虫をね取ってくれます。クモはクモでいてくれたら虫を取ってくれます。高い草もある意味いてくれたら、それはそれで活用のしようがある。畝の上からはできるだけ抜けていきたいです。でもこれなんか明らかにそういう草を切った。これを切ってこの草買って、こうやって枯れ草になった状態、これがこういうふうにかかるわけですよね。こういうふうにかかる。でこれが草マルチ。今日植えたさつまいも、このさつまいもの周りをカバーして、これがいわゆる他の雑草を日光を遮断するから雑草を育ちにくくさせる役割があるので、これなんか長いとさ、切ると結構な分量であるので、何でもかんでも短く草を切ってしまうと、やっぱり草自体が足りなくなる。活用のし方によってはやっぱ草はありがたい。草は大事で、さらに言うと、いろいろ仕事ということをするにあたって、私たち多分いろんな思い込みがあって、こういうのでものすごく敷き詰めればいいかっていうと、きちんと揃えて一律にびっしりやると、それはそれで日光が中まで透過しないから、しなさすぎてもそれはそれで悪影響がある。これ例えば今日なんかこれ苗植えてるから明らかに葉っぱが上に出てるからいいけど、種から育てる場合とかにこれをびっちりやりすぎると、今度下に日光が入らなくなるから、なんて言うんでしょう、何でもきっちり並べればいいっていうんではなくて、適当、ざっくりとか適当とかゆっくりとかいい塩梅とかみたいなのがすごい自然農での野菜作りにはすごく大事な価値観だから、なんかいわゆる
日常的な会社とかで求められるような、そういう価値観を少しこう変えて転換していかないと。だからそれが面白いんだけど、それがいかに。だからなんかよく私何もしないことが大事って言うけど、放任とか何もしないっていうその悪いイメージじゃなくて、この自然の力を信じるとか任せるとか、そういう意味で何もしないのが大事。あえて人間がいらんことをしてすごくそのいいサイクルを壊してしまうことがあるので、大事にする、ほったらかしにするというか、何もしないが本当に大事。することはして何もしないっていうのは大事と思います。で、今さっきもちょっとお見せしたけど、本当にここなんかをちょっとめくると、ね、結構深い。さ、ちょっとここは分かりやすいのがないけど、今さっきはこう虫が植わって出てきたり、白カビが生えてたり。でも白カビが生えるってことは発酵してるってことだから、まあ言ったらコンポストで肥料を作るのと似たような感じ。ただここは生ゴミとか入れてないけど、自然なね、土の中にある、虫も生き死にしてるわけだし、草にもいろんな菌はあるし、これがこう枯れた草が土に戻っていく過程で、ミミズもいるし、それでその過程で土がいわゆる自然に耕されていく。耕す機械、ああいうのでやると、もうミミズの大量殺戮してるのと一緒だからね。でミミズはすごいこう土を耕してくれるっていうのには大事。自然に耕してくれてるんで、ものすごい大事なプレイヤーなんで、そういうできるだけ殺さない方がいい。で虫がとか、虫農薬で殺さなきゃとか言うでしょ。でね、実際ね、多分ね、このね、かぼちゃこれ苗で売れると、そりゃね、この状態だから虫攻撃してきます。目立つし。でここにさらに化学肥料が下に入ったもんなら、うちは入れてないけど、化学肥料とかが入ったもんなら、この中で急にここに食べ物が落ちてるようなもんやから、これは虫が攻撃します。でもうちは入れてなくて、さらに虫も一種類だけ生きてるわけじゃなくて、今さっき言ったようにクモもいるし、もうありとあらゆる多様性があるから、ここの畑の中って無数に敵もいれば天敵もいればっていうことで、結構案外一個の虫が増殖するってことがなくて、自然に淘汰されていきます。でもこれ買ってきた苗なんでちょっと費用はだからね、負ける時もある。それもしょうがない。これを同じくベランダで育てると、ほんと一種類の虫だけが勝ってしまって、天敵がやっつけてくれるってことがないから、無限に増殖して確実に死ぬ。でもここだと天敵とかがうまく働いてくれたら、うまくね生き残れる場合もある。それに任せてます。強くなるしね。すごい草をかき分けるたびに発酵してるからか、虫がわって出てくるので、これ帽子の上にかぶせる虫除けネット使います。これがあると虫が来ても大丈夫。ちなみにアブが来始めるシーズンも来るので、アブ除けになるかなと思ってちょっとこんな工夫をしてみたけど、なんかオニヤンマが嫌いとかいう話があるらしいんで、これについては大して効果なかった。アブがね一番厄介。刺されると痛いし、他の虫はネットしとけば大体大丈夫。そんなに虫の案外虫はいっぱいいるけど、虫は大丈夫意外とね。アブはいかん。はい、じゃあこれから今日これ麦わら帽子の上にかぶせときます。ここに枝豆植え終わりました。でね、ここはね、今さっきの草の話で言うとあまり良くないです。状態が土もまだ硬いし、そういうとこに生えてるのはやっぱこうやって杉菜ね、こういう草、言ったら今さっきのこういうイネ科、このイネ科、こういうとかイネ科とかは根っこが結構張ってるから結構取り除くのも大変なんだけど、そこに豆っていうのは非常にふさわしい。豆自体が育ちやすいし、それこそ土の中に根粒菌を増やしてくれるんで、
今後次回野菜を植えるための準備としてマメ科はすごくこういう場所にはいいです。しかしまあよくこんだけ草集めたよね。でもこれ畝の上に生えてた草を買って上に乗せただけやから、大してどっからか集めてきたとかそういうわけでもないよ。結構これ長さあるもんね、これが。ってことはまあ結構草も長めに育てとくっていうのも大事っちゃ大事なんかな。まあそういうことやね。でこれなんかだってこんだけ草に厚みがあったら草マルチとしても結構効きそうやもん。で肥料にもなるよね。なんかこうめくると今すごいこう虫が出てくるから、なんかこうちょっとこうカビじゃないけどこういう感じで発酵した感じになってるから、まあ草があってここに湿度が保たれてることで、ほらここ見て、ここ分かりやすいよ。これめっちゃ発酵してる。カビなんだろうね。肥料代わりになんか肥やされてるって感じよね。素晴らしい。草大事やな。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。テロワールノートご登録お願いします。また見てね。See you!